つつ、さまざまなストーリーがねその中に詰め込まれていたと思いますが、一体どういうふうな思いでこの作品が生まれたのか、そのあたりの話もしっかりと聞き出せたらなと思います。大きな拍手でお迎えください。義足のボクサージェンサンパンチブリランテメンドーサ監督、そして金子拓平さん、ステージの方へどうぞ。よろしくお願いします。そして通訳のジョン・マクリーン、ステージの方へどうぞ。では監督ではちょっと動かしてますね。はい、じゃあまず監督一言ご挨拶いただいてもいいですか。Everyone, good evening. 皆様こんばんは。本当に嬉しいです。それと皆様が私の映画原産義足で本当に嬉しいです。はい、そしてお帰りなさいなんですよね。はい、拓役の金子拓平さんです。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。義足のボクサー拓役やらせていただきました金子拓平と申します。本日はよろしくお願いします。メンドーサ監督は広島どこか行かれました？広島のどこか見れました？ I was in India before coming here. I had a master class in India and I presented another film in Goa. It's another festival. So from India, from Goa, I just went home to get my luggage and then come here immediately. 私はインドから来ましてですね、実際インドの方で映画祭に参加しまして、自分の作品が上映されて、そして一旦家に帰って荷物を持って日本に来ました。すごい工程ですね。広島の印象はどうですかWell, for us, from Southeast Asia, whenever there's a different climate, it always impressed us a lot because it's very humid, it's very hot in our country. So, of course, the first thing I noticed is the climate. But I've been to Japan many times, but here it's different because I love the trees. I love trees, I love nature. So, basically that, and I'd like to see for myself the National Heritage Site, so which we went to this afternoon. ですね、もう私東南アジアに住みますので、気候がこれと結構違いますので、暑いところから来ると、まずもう特にこっちに来ると紅葉がすごい綺麗ですね。で自然豊かなところで世界遺産もありますので、この後世界遺産のところにも行ってみたいです。ぜひ行ってください。宮島とても素敵です。今日宮島行ってきたんですよ。今日宮島行ってきたんですか？宮島。So you went to 宮島 today? Yes, we did. Yeah. Already. 紅葉や見てこられたんですかね。So did you see the colorful leaves? Yes, we did that. I enjoyed a lot the walk we had. It was long, but it was okay. 金子さんも一緒に。自分も一緒に。どうでしたか、宮島は？自分はもう何回も行ってるんで、広島フィルムコミッションの西崎さんとともにですね、むしろ広島をアピールする側の方の姿勢では言ったんですけど、それで何かいろいろ感じてくれたらいいなと思います。金子さんいつ頃まで広島にいらっしゃったんですか？広島にいたのはもう8年前とかですかね。もともと広島の出身ってこと？そうですね、もう広島で小学校、中学校、高校、大学の社会人で上京してフィリピンに。今はフィリピンでそういう俳優
ンの。そうです、フィリピンで活動拠点を置いてって感じですね。はい、今日お二人からいろんなお話を伺っていきたいなと思います。よろしくお願いします。まずはこの映画「義足のボクサージェンサンパンチ」についてのお話なんですが、ブリランテ監督にとって初めてスポーツを題材にした作品と伺っています。Well, it all came from, the idea all came from the lead actor, Shogun, and my producer. He was here. I'd like to acknowledge him. Can you please stand up? Taka. Okay, so he's here. And they gave me the idea about the film. And they said that it was from a real life story. That's why I became very much interested about it. So, and I started, researching, and I met the real person, where we based the story, and it was such an interesting journey. That's why we pursued the project. そうですね、このスポーツ関連の映画ですね、アイディアの方が主人公の方の証言さんから、それとプロデューサー、今そっちの方にいます。プロデューサーのからアイディアを得まして、でちょっと調べたら、背景について調べたら、これ本当の話と気づいて、もうだんだん興味を持ってて、実際、津山直澄さんを会いに行って、すごくいい話と思いましたから、こちら映画作られると思いました、スポーツ関連の。その実際にあったお話を映画にするというのはですね、そのどれぐらいその映画にするのかドキュメンタリーにするのか難しさがあると思うんですけど、Well, I don't really think about it when I make a film that, that I am making a feature or documentary. I think basically that's my aesthetics. It's very close to reality. That's why people think that it's a documentary. But as far as I'm concerned, that's really my aesthetics. I want everything to be genuinely realistic, and that's my guiding point. Guiding line whenever I make a film, whether it's a social realist, social drama, or it's a sports genre. I still want it to make it look very real. From the performance to the camera works to the everything from even the editing and all that. ですね、ドキュメンタリーと映画もうそこまでそういうことについて考えることはしません。大体映画を制作するときに本当の話、本当のような演じるものを作りたいから見る人はこれを事実と感じさせるようなことをするですね。でそれでスポーツ関連のことを作っても社会問題を取り扱っても同じようにカメラの角度とかカメラの撮影方法か役のやり方について本当にリアルのような演じる方法を目指しています。リアルを追求するという意味では変わらないということですね。金子さんはボクサーの役で今回出演されています。お二人の出会いはどういう出会いだったんでしょう。ですね、もう5年前になるんですけども、ある日マローサっていう監督の作品の中の一つのマローサっていう作品があるんですけど、それをたまたま見た時にすごい衝撃でそこですごい衝撃的で、ちょっとこの人に会ってみたいなってことでちょっとフィリピンに行きまして、でたまたまちょっと住所だけ分かったので
オフィスまで行って監督と会いに行ったら、数時間待ったら本当に来てくださって、でその時ちょっと英語もタガログ語も全然喋れなかったんですけど、Google 辞書を片手にですね、好きですあなたのことが、あなたの作品見たいですで会いに行ったのがきっかけですね。その時はどう思われました？初めて聞きます。 Well, he was a very committed person because when I met him in Manila, he went to Manila to meet with me. He really seems to be very interested in filmmaking and, being a part of the film industry, specifically in the Philippines. So I like that in a person when you are, really very, very committed, and he really shows his commitment by learning Tagalog. So he's trying to learn Tagalog. He tried to embrace our culture in the Philippines. So I find that quite impressive. そうですね、最初に会った時にすごい熱心的に感じまして、マニラの方に私のところに来て、映画フィリピンでの韓国業界にすごい熱心的に興味を持って、そして私の映画にも熱心的に興味を見せてくれた。それで私その熱心さとかもう本当にやりたい気持ちをちゃんと伝わったから、それはすごい大切と思いますので、その上に現地のフィリピンでの言語ですね、タゴをもう一生懸命学んでますと、その上に文化について、その地域の文化について学ぼうと思います。それ人間としてすごくいい質と思いますので、いいと思います。これめっちゃ今褒めてくださってるじゃないですか。今年フィリピンにもともとずっと5年目で今住んでるんですけど、今年監督の家の徒歩3分ぐらいのところに引っ越したんですよ。それ言ってなくて、昨日監督に言ったらちょっと引いてましたよ。熱心な人が好きって言ってましたけど、さすがに昨日はもうお前はストーカーになったのかみたいなことを言ってましたが、その熱心とは何ぞやけどちょっともう今じゃあご近所です。はい。で、その出会いからこの日本人ボクサータクという役を任せることに。And we did another one after this. It's a Filipino production, and he was part of that. それとこの映画の後もう一つの映画ありまして、フィリピンの方で制作してそっちにも出ましたですね。せっかくなのでその広島出身の俳優金子拓平さん、どんな俳優だと監督思われますか？Well, he's very adaptive to my aesthetics because I have a different way of directing actors. Basically, I don't provide the actors script. I just tell them the situation and I just let them perform and do their thing. So he can easily adapt with my method. And because that kind of method is quite challenging for actors. It's not common for actors to, not to have a script on the set and not knowing what will happen, But with him, he was able to adapt with that method. そうですね。一言で言えばすごい柔軟性がありますね。私の監督としてのやり方は多分他の監督さんと若干違うので。大変と感じましたと思いますけど、私は基本的に脚本を渡さない。
台本を出さない。その場に来て状況を説明して、そしてなんかもう演じてもらうことにするってすごい大変と思いますけど、もうすごい柔軟性があるからね、そっちに対応することは結構うまくできますので、いいと思います。脚本ないんですか、台本も。I just don't give the script. We have a script, but I don't provide it. I don't share it with the actors. ですね、脚本、台本ありますけど、ただ単に渡さない。それは、金子さんはご存知だったんですか？最初は全く知らずにですね、この映画の時もこの映画の一本前の作品に現場にちょっと行かせていただいた時にそういうやり方をされてるっていうのを知ってたんですけど、今回のタクっていう役も半年前ぐらいにお話をいただいたんですけど、ボクサーの日本人ボクサーっていうお話だけはいただいたんですけど、それ以外の情報は全くなくてですね、なので本当に当日主演の証言さんとかも本当にそうですけど、みんな現場に入ってそのシチュエーション、今からこういうシーンを撮るからっていうことでもう用意スタートで撮っていくっていうので、最初はすごい戸惑いましたけど、証言さんもわからないままやってるんですか？証言さんはさすがに知ってるかなと思って聞いたんですよ。証言さんも知らないって言っててWell, with Shogun, because he knows the backstory, because you were the one who introduced the story to me, so you already have an idea. But what he doesn't know is, of course, my process, basically the script and how we built around the story that they shared with me. But since he knows the person, so basically he knows the entire story already. So that is what's enough for me. As a filmmaker, as a director, that's what as much as I can share to my actors. They know the story more or less, but they don't know the details. They don't know the lines, but they have an idea of what the film is all about. そうですね、証券さんはもう、背景についても十分知識がありましたので、もうその元の人、話に基づいて人にも合いますので、それでもう別に脚本も必要ないと思いまして、もう大体話の内容が分かるけど、その各シーンとか私はどういうふうになんか考えてて、それについても何も言いませんですので、それは私の独特のやり方ですね。もう話が分かれば何が伝えたいとか観客に伝わりたいことが分かればその後詳細的なことは後で考えてもいい。俳優さんがなんかそのシーンに入るとすごいですね。金子さんもじゃあ何回もNG みたいなものあるんですか？NG、もちろん監督から最初の方よく言われてたのはとにかく演技するな、本当にナチュラルにっていうことをご指摘いただくことはあったんですけど、今回の映画も自分は日本語をしゃべるので、例えば日本語を噛んだりとかっていうのは噛んだかどうかもやっぱ分からないわけじゃないですか。なので本当に一発勝負のつもりでやってましたね。自分でも何が NG なのかどうかも分からないままがむしゃらにやってたんだと思います。ちょっと驚きの演出方法ですが、それと同じように撮影のシーンの話ですけども、やっぱり少し印象的だったのはやっぱプールの中の練習をしているシーン。あれは、CG ではなく実際にJust the foot, just the prosthetic leg, that's CG. But that, of course, the CG, but the rest it was
Shogun, we filmed under the pool. Yeah. そうですね。義足以外は CG なしですね。それ以外はもうただ単にプールに入って撮影しましたですね。ボクシングのシーンもリアルに。Yeah, I mean, of course there's no CG, that was real, because those boxers, those actors, well, they are professional boxers in the first place, so they know what to do. So it was actually Shogun who had to practice and learn how to box. He went to GENSAN prior to the shoot. He basically immersed and did practice with the local boxers, and stayed in the Philippines for quite some time to really immerse and really understand not only boxing but also the culture. This film was shot not in Luzon, where we all came from, but in Visayas. I mean in Mindanao. It's just said in Mindanao. It's another place it's another region in the Philippines, and they speak a different dialect. So different. It's not Tagalog. It's Bisaya. すいません。そうですね。ボクシングのシーンももう実際プロのボクサーを利用しますので、プロの人がもうそれで指導するとか指示とか必要は全くなかったですね。だけど証言さんもやはりボクサーではないので、前もってジムの方に行ってもうそれのプロのボクサーと一緒に住んで一緒に練習して、もう自分がなんか彼の中に染み込むようにボクサーになりきるような人に俳優さんになろうとしまして、ですいません翻訳者として最後はなんか場所の話で、実際そのジェンロサントスという町ではなくて、ちょっと離れてるところで実際1時間か2時間離れてるところで撮影しまして、違う言語を話す人ので、タゴロとちょっと違う言語を話す人の地域で撮影しましたから、そっちでもなんかいくつの苦労がありましてけど、みんな頑張ってそっちの文化を理解しようとしてなんか最終的にうまくいきました。なるほど。ジェネラルサンツ以外の部分に移動してっていうことですよね。いやね、あと日本での撮影で何かエピソードがあればぜひ。Well, for GENSAN PUNCH, yes, we shot here in Japan. We did, they saw it. We also used a professional boxer here in Japan. So that's basically it. It was, well, basically it's very easy for the filming here because not only the boxer, but with Kaho Binami, it was, it's a very collaborative actor also. We shot in Okinawa and Fukuoka, and we had fun. ですね、日本に来た時に同じようにまずプロボクサーをお願いして、それでそういう演じるとかそういうものは全くなくて、いいようになんかシーンを撮影することができて、そして日本に来た時に2カ所に行って、沖縄の方の撮影もあって、福岡にもありまして、それとなんかすごく実力がある俳優さんですね、加穂みなみさんで一緒に撮影して、でもうみんなすごい盛り上がって、なんか楽しく撮影ができました、日本でも。
ではですね、この義足のボクサーという作品、もちろんスポーツの作品ではあるんですけど、でもそのスポーツ、そのライセンスが日本では取れないっていうその社会問題、いや逆にフィリピンではお金でチャンピオンになるみたいな、あとはお金がないからボクシングをしているだとか、そういう貧富の差みたいなもの、なんか社会の問題を大きく内包しているような気がしたんですが、改めてこの義足のボクサーで監督が伝えたかったことはどんなことでしょうか。Well, I think it was very clear in the film what the film is trying to say, that boxing in the Philippines is not just about the profession, it's not just about the sports itself. A lot of boxers, they go into boxing because they want to earn a living, because they want to feed their families. So that's basically the reason. Of course, there are other boxers who go and does boxing for the passion, and the love of the sports. But basically, generally, because the boxers in the Philippines are mostly from poor families, and yeah, that's their basic motivation. Okay, フィリピンの方、ボクシング業界を見れば、まずそっちの話をすれば、そっちの方は職業として入る人がいますので、じゃあスポーツはもちろんスポーツけど、職業としてそっちで稼げるから家族のためにお金を持って帰ることができますって、もう多くの人がちょっと貧困的なこともあるけど、その一部の人たちはもちろんそういう理由ではなくても、ただ単にもうボクシングを愛するとか名誉とか名声のためにそっちの職業に入ることもあると思いますけど、結構多くの人は貧困関連でその職業に入る。Yeah, so just to, well, of course, here in Japan, it's different. I mean, Japanese, they really practice and they're really into boxing because of the sports. They have, and not because of economics, or not because of the financial needs. That I think that's a major difference. Not only in Japan, but also in other developed country. But in a less developed country, like the Philippines, where there is no financial assistance, to these types of sports. So that's basically their motivation. And another thing I forgot to mention, Manny Pacquiao, one of the Filipino great boxer, is like an inspiration to a lot of boxers, because he's from GENSAN, he's from that place, and a lot of young aspiring boxers want to be like him. He's like, an inspiration because he became big all over the world, and he's like one of the richest boxer also in the world. So for most boxers, he was like a great inspiration. ですね、日本とやはり異なるところを最初に見れば、日本でほとんどの選手がスポーツとして入る、経済的な理由ではなくて、それも愛するスポーツとして入ることもありますけど、やはりフィリピンを見れば、経済的な面もあるけど、先進国と違って、先進国のほとんどの人はスポーツとして見てる、そして、名誉のために入るけど、
そうではない国なら補助金がないとかそういうサポート制度はあんまりないので違う理由でまず入る。そしてこのジムの方でGENSAN PUNCHのジムはフィリピンですごく有名なボクサーが出ました。マニパキオで彼はその地域から出てで今となってボクシング業界でもうほぼ一番金持ちの方の層に行きますので、それで地域の子供たちがそれを見るともうすごくやる気が出ます。自分も同じようにできる。自分もこっちの生活からそっちに目指すことができると思っています。そういうフィリピンの現実みたいなものもフィルムの中ではしっかり入ってますね。さまざまなね要素が入っているこの義足のボクサーなんですが、お時間少しなんですけども質疑応答の時間をじゃあここから取りたいなと思います。もし何かぜひ挙手していただけたらなと思います。どうでしょうか。ございます。手を挙げるのもね勇気いりますからね。ありがとうございます。広島に住んでます柴田と言います。サロンシネマで義足のボクサー上映されてたんですけれども、その時に時間が取れなくて見に行けなくって、今日金子さんも監督さんも来られるこの日に見ることができてとても嬉しく思います。まずどうもありがとうございました。監督さんにお伺いしたいのは、本当にちょっと今ドキュメンタリーみたいに撮っていくっていうお話があったんですけれども、ボクシングのシーンが本当にリアルで、それで監督さんが出てこられた時にスポーティーな学校だったので、ボクシングの経験がおありなのかなっていうのをちょっとまず聞いてみたいと思いました。よろしくお願いします。It is to make an impression that I know how to box, but I don't know how to box. みんなが見るときに自分もボクシングできそうな格好をしようと思いましたけど、やはりできません。ボクシング経験はじゃあヘビー級ということで、はいでもう一つ、金子拓平さんのことは私の会社の同僚が金子さんと同級生ということで、今日は来てないんですけれども、で彼女自身も自分のことは覚えてないかもしれないって言ってたんですけど、その小学校の同級生という彼女が金子さんのことをすごくいろいろお話ししてくださいまして、でフィリピンで活動してるっていう学校の先生をされてたけど、それを途中でやめられて映画の世界に入ったっていうところまで聞いてたんですけれども、今日のお話でその監督さんのファンで追いかけていったっていうことが聞けてすごく良かったです。でそれでこれからも監督さんの映画にどんどんいい役で出ていただけたらいいなと思います。頑張ってください。応援をしています。ありがとうございます。娘さんが同級生ということです。いえ、娘ではなくて会社の同僚が、今日は彼女は来てないですけれども、小学校の頃の同級生というふうに彼女から聞いてます。自分の話をしてくださったことですかね。そうですね、はい、いい話であることを願っております。はい、とても褒めていました。よろしくお伝えください。はい、ありがとうございました。そうですね、広島なのでね、やっぱり多分関係している方もいらっしゃってると思いますし、僕たちもやっぱり応援したいっていう思いがもちろん出ますね。監督よろしくお願いしますね。Successful actor from Hiroshima. You'll be one of the first. やっぱり広島から成功すると思います。広島の俳優としていつか成功する。
今歩いて徒歩3分徒歩3分のところに住んでるんですけど、今の言葉を聞いて徒歩1分のところまで移動していきたいなというふうに思いますので、監督今後ともよろしくお願いします。クリンチって言わないようにしてくださいねはい、もう一つぐらい行きましょうか。どなたかもしいらっしゃれば、伝えてもあちら、じゃあ高校生の新聞部の子ですかね。はい。義足のボクサーを見させてもらってすごい引き込まれる映画で、すごいなんかリアリティあふれててすごいなと思ったんですけど、監督が脚本とか台本を俳優さんに渡さずに直接こうしてほしいっていうふうにやってる手法を取ってるって、今伺ったんですけど、どうしてそれをやるふうなきっかけみたいなものをお聞きできたらなと思います。Well, I think it's as simple as I want the actors to act naturally without memorizing the script. I think it works when they work within the situation rather than memorizing the situation in their mind. Because psychologically, when we know the lines, whether we're actors or whether we're ordinary, individual, if there's already something in our mind and we say it, it doesn't come from the heart, it comes from here. So I don't want it coming from the mind. I always want it coming from the heart. And the only person who can do that is the actual person performing, the scene, because they were the one right there. So even if the writer will gonna write the lines together with the director, it's different, we write the lines according to our interpretation. But actors, they have their own interpretation as well. We should respect that. So we should acknowledge that actors are also collaborators, they're also filmmakers, and they're also storytellers. So we should acknowledge that. そうですね、いい質問ですね。私の方が自然に演じてほしいですね。もともとそういうもう暗記してほしい場面の撮影したくなかったですね。で、その場面に入るともう俳優さんがもう一人として頭ではなくて自分の心の中に何を言うのは自然に出てきてほしいですね。でもう後ろの方に脚本を書いた人とか周りのスタッフが言ってもどういう言い方が適切と考えててもその俳優さんだけがその場面に入ってるから、その俳優さんだけがその場で何が一番適切とその人だけが分かると思いますので、だから自分の心を聞いて自然に言ってほしいですね。そういうふうに考えると俳優さんもその英語を作成するのを一人演じるだけじゃなくて、その英語はどういうものになれるかをちゃんとインプットしてほしいとか、もその映画の一部のものになりますですね。スタッフの一部みたいになるですね。わかりました。ありがとうございました。はい、たくさん印象に残るシーンありましたが、日本に帰ってそのライセンスが取れない時になんで取らせてくれないんだっていうシーンに脚本がないっていうのはやっぱり思いが乗ってるからなんですよね。そうやってそういうシーンを、脚本もない中で撮ってるっていうふうに考えてもう一度見るとまた全く新しい出会いが待ってるんじゃないかなと思いますし、これからの作品にも
とても期待が持てるなと思います。はい、この、ブリランテ・メンドーサ監督、実は作品を今撮っておりまして、っていうのは少しお話できますか。So we filmed Chameleon early part of this year, right? This year, early part of this year in Sapporo, and we will resume next year, okay, during summer. Okay, so Chameleon is basically about this trans woman, okay, who actually had a relationship with a lesbian Japanese. So that's basically where the story evolved. It's a story about gender, it's a story about love, it's a story about equality, and it's a story about humanity. そうですね、カメレオンという映画はもうすぐに一部撮影しました札幌の方で今年度に入っての最初の数ヶ月でまた来年度の夏に撮影もありますけどこの話というのは、LGBTQ の一つの枠に入りますので今翻訳としてトランスは英語トランス男子が女子の方になる人の話ですね。でそれでその人が女子との付き合いだから男子が女子になって女子との付き合いレズビアンの女子との付き合いの話でもこの映画全体的にはもう愛について男女平等についてとか人間の大切なところについて描いてますのでそのようなものですね。ありがとうございます。そしてこのカメレオンという作品に、この広島国際映画祭2023、実行委員代表でもあります部屋京子さんも参加されているということで、さらに今日はですねそのカメレオンからはキャスティングプロデューサーの福澤雅史さん、義足のボクサーのそしてそうですね、山下貴裕プロデューサーとボボさん、ボボさんも、せっかくですからね、ちょっとステージ